今回は視聴者様の K110S を修理する動画です。症状はバインドしない、電源が入らないなどです。見た感じ、機体はそれほどダメージがない感じがしますね。おや、なぜかフレームが溶けてます。初心者様の機体は不思議ワールド全開でございます。受信機ボードはヒートガンで焼いた形跡がありますね。コンデンサーが曲がってついてます。アンテナは固めのシリコンで補強してます。スワッシュプレートはメタル製です。サーボは私がお譲りした互換サーボです。サーボホーンのニュートラルを出したものです。おや、このローターヘッドは見たことないですね。ドーム部分がツルツルの穴なしです。まさに不思議ワールド全開。いろいろなものにぶつかったメインブレード。穴なし向くのテールパイプ。巻きつけたテールモーター配線。墜落でテールを叩くとエナメル線が断線するので何箇所もつなぎ合わせてますね。このつなぎ合わせは抵抗値が増えていくのでテールモーターのパワーが出なくなります。テールモーターは壊れてます。他に入っていたものをざっとご紹介しますね。8T のプラピニオンギア。曲がってないメインシャフト。メインギア。標準のテールパイプ。カーボンシャフト。何かのネジ。今回の修理のお駄賃としてジャンク部品の数々。故障したメインモーター2個。基板のパッドが剥がれた ESC。これは強敵だな。怖いです。直すのが楽しみです。起動テストしますよ。無反応ですね。ESC を変えてみます。通電しましたね。バインドしました。サーボの動きは良いようです。ESC が故障してるようです。マイナス線が断線してました。被覆だけでついていた感じです。スピンドルシャフトは問題なし。ローターグリップのベアリングは片方が硬いです。
ESC のケーブルは他の線も簡単に切れました。ESC はコネクタケーブルを交換します。カメラのピントが合っていませんが、受信機ボードはアンテナ線が断線してました。シリコン接着剤の力でついていただけです。ローターヘッドは純正に交換します。モーターは問題なし。純正テールパイプは避けてました。テールモーターなどは全部交換します。ローターグリップのベアリングは2個新品にします。サーボは問題なし。ESC のマイナス線は断線間近なのでハンダをやり直します。ESC のケーブルは良いものに変えておきました。マイナス線もきれいにハンダ付けしておきました。その後のテストで、この動画のような故障がありましたので、各部分のハンダ付けをやり直しました。プラスチックギアが部品に入っていたので、交換希望と思い交換しました。シャフトストッパーが裏表逆についてました。カーボンシャフトと純正メタルスワッシュプレートの組み合わせは、計120で濃紺の原因になったので、おすすめしません。ダンパーゴムの左右の硬さが違っていたので、ダンパーゴムを交換しました。ベアリングも外側を新品に変えています。テールモーターやその他部品も新品に交換しました。こんな感じで仕上げました。受信機ボードは持ち主様がヒートガンで焼いたものですから、作動が不安定で、バッテリーを差し込むごとに状況が変わる状態でした。一応、修理して作動は安定してます。ヒートガンで焼くと、一時的に動く可能性が高いのですが、季節の変わり目とか、暖かい部屋から寒い外に出た場合とか、または、その逆の状況で作動が不安定になる可能性があります。クリスタルは特に高温に弱いので注意が必要です。持ち主様が X6 プロポを使っているので X6 プロポで飛ばします。互換サーボですからホバリングの安定性はそれなりです。
でもサーボの反応はいいんですよね。3D フライトを気軽に楽しむには互換サーボもありだと思います。自由自在に振り回せますね。最後にフレームを強化してほしいということで、カーボンプレートの補強をしておきますね。これをつけるとサーボケーブルのメンテナンスが面倒ですが、墜落しなければいいだけですよね。おほほほ。覚悟を決めましょう。